ついに来ちゃいました。憧れの場所へ。なんと今日はですね、中井くん神の住む RWB の基地に来ました。実は初めてなんですよ。何回も来ようと思ってたんだけど、意外と来るきっかけがなくて、彼との付き合い実は35年ぐらいになるんだけど、昔から大ファン。35でいくつの時ですか？18。どこで知り合ったんですか？船橋湖。その頃から中井くんの走りと生き方に僕は感動してた。とにかくすごいのは生き方を1ミリも変えてないところがすごい。車のバランスね、前かがみ、こうなっちゃったらもうかっこ悪くなっちゃうから。こんだけワイドになってんだけどノーマルの雰囲気が残ってるんだよ。150台待ちですよ。でやっぱ乗って最終的に形決まるのかなっても思ってるしね。この車持ってきたんですけど、ちょっとこの車およさんの愛車紹介してくださいよ。これね、ポルシェ1970年の 911T ってやつで、ただエンジンはマグネシウムシリンダーの S エンジンが乗ってるので結構調子よく走りますよ。かなりカスタムもしたんで、外装やってないけど中をレストアしたり足回りをレストアしたりちゃんと走る車に仕上げたんで結構楽しいです。およさんポルシェ好きなんですか？好きですよ僕。やっぱポルシェって桃江ちゃんの真っ赤なポルシェですから。ポルシェ可愛いじゃないですか。1970年ですよ。50年以上前にこの車を作ったポルシェがすごい。だから勉強になる車のね。実際古いポルシェ乗ってどうですか、およさん？いや最高ですよ。すごいですよ。もうどっから見ても中井くんってすぐ分かるもんねこれね。中井くんのこのフェンダー作りってノーマルの形状意外と崩してないんだよこれ。こんだけワイドになってんだけど、もうさ日本じゃないですよこれ。中井くんご無沙汰。元気？久しぶり。元気？34年ぶりぐらい。そうだよ、34年ぶりぐらいだよ。あでもその前に会ってるけどね、3年前にあったちょこちょこお父さんのパーティーの時そう。あとそうパーティー手伝ってもらったり。俺は中井くんのことYouTube とか結構見てるから結構知ってんだよね。僕も結構見てるよ。ありがとう。でここってもう何年ここ？もう20年ちょいぐらい。20年ぐらい。一番最初あれバンキ屋さんで働いてたんだよね最初ね。そうだよね。そこで修行してこう借りてディーラーの中入ったりとかして。彼女があれだね、噂の女の子だね。中井くんのなんかこう作業する時のアシスタント。そうパートナー。若い女の子だとちょっと絵になるでしょっていうことを中井くんがマジシャンみたいなもんだから。ああそうだよ、マジシャン。そうマジシャンだもんね。男2人で行くっつったらなんかおかしいじゃん海外。そうだよね、マジシャン。俺ねそれ憧れて今娘をあれパートナーにしてるから中井くんっていうともう僕の中では86、4H、キャブ、ソレックス、そしてなんといっても世界で一番こう流行を作ったオニキャン。あの頃のオニキャンはあれロアム伸ばしたんだっけあれ。そう、延長してんのかな。でそっからしばらく俺はもうレースの世界行っちゃったんであんまり中井君と会うこともなくなったんだけど、まあ、雑誌とかいろいろなんて見ててポルシェに移動したのが20あれ30ぐらい、28ぐらいだよね。30ぐらい。それまでは86。そうでポルシェの964で86と同じようなスタイルを作り上げて、そっからこのフェンダーができてきたんだよね。そう徐々にでかくなって。そう徐々にね。かっこいいよこれは。でもさ、なんでポルシェに移動したというかこう車がそっち方向に。いや基本的にもともとポルシェはもう昔から好きだったからさ、86は通過点だって僕にとっては。なるほど。でも通過点だけど楽しかったじゃん。だからその通過点として86っていう、でも86の遊び方っていうのはもう好きだから、それと同じ付き合い方をしてるってだけ。なるほどね。もうやってることは変わんない。変わんない。できることも増えるわけだね。こうやって改造も昔はできなかったじゃん。オイル塗るぐらいだったね。ステッカーあったり。ただこのねどんどんいろいろ時間が経つについて身についてくるから何でもできるようになっちゃうっていうね。これ中井君が最初のフェンダーからどんどんこうワイド化していったわけじゃん。その理由っていうのは何かあるの？まあ大きいタイヤ履きたかったのもあるし、維持もあるし。維持？ほらポルシェのレーシングが昔こんなだったじゃん。それがやってるってなんか理由があると思ったし、その時やっぱ自分もレースやってたし、なんか突き詰めたくなったんだよね。なるほどね。街中そんなの走っても面白いじゃん、さりげなくっていうなってこうなっちゃう。ただ単に見た目だけのそのオーバーフェンダーではなくて、中井君は本当に実際サーキット走ってねレースとかもやってるんで、そっから来るこの走りのフェンダーっていうねは渋いですよね。でね本当好きなのがなんだろう、こんだけワイドになってんだけどノーマルの雰囲気が残ってるんだよ。そう、それを言ってくれると嬉しいよ。それがすごい好き。だからそれをね彼はね昔から分かってくれてね、こういうバンパーのラインとかさ、全部のラインがノーマルのラインを崩してないのよ。これがね中井君のねセンス。みんなほらパーツ作るってパーツだけ見ちゃうでしょ。でパーツだけ配っちゃうじゃん。全体的にやっぱ見たいじゃん。この997もそうだけど、これもだってノーマルの雰囲気残ってるんですよずっと。例えばメーカーが
この車をベースにレーシングカーとか作るとこういう雰囲気になったりとかするんだよね。そういう雰囲気がすごい出てて、だから現代の車を使った昔風のポルシェワークスの車、本当にそんな感じがする。だってここはもうあれでしょ、本当に海外とかからもいっぱい来るんでしょ、ファンがね。みんな泊まりに来るわ。泊まれんの？そう上に泊まるのみんな。泊まれんの？そうマジ？今は倉庫になっちゃったけど、コロナで発送できないからさ。だってあれだもんね、コロナになる前ってあれでしょ、要は予約取って、もう海外に取り付け行くんだよね。あれだから最初に色は向こうで塗ってもらうの。だからぶっつけ本番でもみんな見てる中で切ってそうだよね、つけて洗いメイク取って、もうあれが一つのショーみたいな感じになってるわけだよね。中井君がマジシャンなんですよ。だからみんなの前でこの車をフェンダーカットしてね。2日間で作る。どこの国が多いの？まあどこも多いけど、やっぱりアメリカでかい人多いし、ドバイとかあっちの方ね。あとアジアも多いし。それを始めたのがもうどんぐらい経つの？何年ぐらい？震災後。震災直後1週間後ぐらいに外国から RWB タイランドをやりたいって来た子がいるんですね。すごいお金持ちでさ、いい話なの。でさ、ほらお金困ってないし趣味をやりたいとに。でも今日本に来ちゃいけない時期だ。外国人いなかったの、放射能でね。でも RWB をやりたいから来た。で彼かっこいいなと思ってさ、ビルとかいっぱい持ってるのにさ、何も困ってないじゃん。趣味をやりたいね、RWB やりたい。全然守ってないなと思って、じゃあこんな守ってない人いるんだったら僕も守っちゃいけないなと思って、そこからだ。じゃあそれがきっかけなんだ。じゃあもうどこでも行こう。そこから一気にバーッと増えた。夢があるよ。これもなりたいな、そういう風に。海外行ってそのみんなの前で取り付けする映像とかが結構いろんな種類があるんだけど、結構見てんだけど普通の感覚じゃないんだよ。なんかね、普通の人では絶対できない。やっぱ中井君が生きてきたその生き方がああいう雰囲気を出してんだよね、完璧にね。中井君と知り合ったのは船橋港ってところで我々が走ってた埠頭なんだけど、20歳ぐらいの時だね。その時からやっぱもうラフっていうステッカーを貼ってね、チームになってたんだけど、一種中井君だけはちょっと人と違う独特な空気感出したからね。それはお互い様だ。当時から。中井君とだからその筑波山とか峠とかも行くんだけど、一緒に走るのめっちゃ楽しいの。楽しい。ちょっと気合入る。あとの子たちはそんなに本気じゃなかったの、そこまで。だけどやっぱ中井君とか何人か、本当中井君だけは走りがやっぱもう素晴らしくて、もうその頃からずっと尊敬してるの僕は。いやそれはお互い様。本当だから思ってること同じだと思うんだよね、もう長年。その時中井さん86で、折戸さんは何乗ってたの？俺も86。当時からだからの場合はレーサーになりたくて練習を峠でしてたみたいな感じだったんだね。それを卒業してからはあんまり会う機会はなくなったんだけど、やっぱりこう今の時代本とかさなんとかで中井君の活躍がずっと見てるし、もう今だったらもう映像でさいろんな活躍が見てるしさ、すごい、とにかくすごいのは生き方を1ミリも変えてないところがすごい。これが尊敬する本当に。折戸さんも変わってないね。折戸さん変わってない。変わってないね、確かに。ね、レースの世界行きたいっていうのは知らなかったの最初。だけど行くのはもう適任だと思ってたから、第1号としてね。第2号じゃない、第10号で行くタイプなの、絶対に。で行ったら行ったって絶対結果出さないわけないから、僕は全然知らないの。でも結果出してるのは分かってるから、出さない人ではないからさ。まあ今さ53になったけど、今もまだ現役で走らせてもらえてるから、めちゃくちゃ幸せなことだよね、本当に。本当そうだよ。前で本当30ちょっとでもう終わりだと思ってたから、それがまさかこんな年まで走ってるなんてこんな幸せなことない。ないよね。もう車好き冥利につける。まあ車好きだから多分続けられてるんだろうね。そう。周りも含めてね。趣味も車好きでしょ。もう車しかないからね。中井さんやっぱり車作るのやっぱ好きなんですか？作るのも走るのも当然好き。もう手に職だから、やっぱ板金屋さんでもう車のメンテナンス、当時俺もよく雑誌とかで見てたけど、そのキャブをつけたりとかね、このポルシェにね空冷の6気筒にキャブをつけたりとか、多分いろいろ苦労もあってエンジンもねいっぱいぶっ壊したっていう話も聞いたしさ、それも全部経験でどんどんその今のスタイルがあるんだもんね。昔は本当走ってるばっかりだもんね。会う時間は長いんだけど、車に乗って会う時間が長い。いやそう会話とかじゃない、もう車の動きで会話ができるから。そんな感じよ。お、順番並んじゃったな、さあ行っちゃうみたいなね。それ毎週末会ってるとかそんなレベルですか？そんな感じ本当に。だからもう中井君本当フラッと来てフラッと帰ってみたいな。
ただいると気づくとかそういうレベルですか？いやいや、もうやっぱ空気感が全然違うんで。いやいや、懐かしいね。ワクワクするよね、うん、会うとね。半端ないワクワクしてた。でこのエアロキットとかを86の時はエアロ作ったんだっけ？作ってない。ポルシェからね、ポルシェからってことはじゃあその時できなかった。じゃあ30過ぎぐらい？そう、30過ぎぐらい。ポルシェっていうのはさ、最初からターボフェンダーとか、なんかでかいフェンダーあるじゃん。でそれには乗れないじゃん、高くて。じゃあ作るしかないじゃん。ああ、なるほどね。で86が例えばさ、そういうキットがさあってさ、昔誰かがそういうのやってたんだったらやろうとは思うよ。でもその時には技術もないし、時間もないし、お金もないわけだし。くしくもだ、俺もね30ぐらいでエアロパートを作ったの。80スープラのスタイルは違うんだけど、結構似たような道は意外とね歩んでると歩んでる。エアロ作る時のその発想っていうか、こういうのかっこいいやろうなとかっていうアプローチって2人で一緒だったりするんですかね？どういう風なアプローチ？いやだから結構やっぱり冗談の時で中居君のこの作り方とかはすごく勉強になるし、ノーマルのスタイルを崩さないんだけど、誰がどう見ても中居君のキットだって分かる。そこが俺一番かっこいいなと思うんだよね。基本車をいじくるってさ、車庫端にしてホイールちょっとスライチかなんかで車庫落としてあげれば何でもかっこよくなっちゃうじゃん。そこから一歩出るってことはすごい大冒険になっちゃうわけなんだよね。でもそこでやっぱバランスを、そのさっき言ってもらったようにバランスを崩さないようにやるっていうのが一番面倒くさいし難しい。あとね、これも多分そうだと思うんだけど、このなんつうのこれゴムね、ホームセンターゴム。これもさ、最初中居君がリップにつけてもう前から見ると地面つってるわけだけど、実は柔らかいから意外と大丈夫みたいな、そういう発想なんかもさ普通じゃ起きないよ。あとは自分でこう作った車でアイドラーとかそういうレースに出てこうしっかり優勝してくるっていうね、そういうところのかっこよさもある。見た目だけじゃないんですよ。速く走るためのボディキットだ。数あるポルシェの中でこの方が一番好きとかって中井さんの中であるんですか？なんだろう、全部好きだよ。だから僕はどれだけ好きって、まあポルシェが好きだからポルシェやってるけど、何年式のがいいとかそういうのはないね。みんな好き。今はこれに集中して997水冷か、水冷を今どんどんイメージしてるところだから、まず土台が欲しい。基本からまたちょっとずれてちょっとアグレッシブにしたりとか、まだサーキットとか持ってってないし、持ってくるんだったらまたなんか欲しくなっちゃう。これは中居君のやつ。これそうだからいろいろ持って、いろいろな風な、こっちはちょっとやんちゃなこの下駄仕様っていうかスニーカー仕様、あとちょっとラグジュアリー仕様とかいろいろ作ってるんだよね。なるほど、スニーカーとかラグジュアリーとかね。これベース、これなんでクラブスポーツって言うの？これはこれな RS か。RS かなんか。一時ね、僕もねこれの1個前の996の GT3 っていうのは乗ってたんですけど、1年ぐらいでやめちゃったな。ちょっと逆に車が良すぎちゃって、なんかスピードばっかり出ちゃって危ないなと思って、捕まっちゃうよなこれ。あっという間にさ、当時のあれでも気持ちよく300キロとかで気持ちよく300キロいや出ちゃうの、普通に NA で。危ない。 NA で。でもさ、なんか一回温泉行ったじゃない、撮影でさ。あの時なんか寝っ転がってさ、タイロット調整してとか、おいとくらしいなと思って。タイロット、いやいや、ハンドリッジ嫌なんでしょこれ？いやもう絶対曲がったら許せない。やってるなと思ったよね。中井さん今でも86って持ってたりするんですか？今乗ってないよ。僕はね、未練がないの。もうすぐ変わっちゃうんだよね。森尾さん最近買ったんですよね。86買った。あれはやっぱ懐かしくて買ったんですか？いや、86もう一回乗りたいなと思って、たまたまいい車があったんで買った。そうですね、久々に自分で買って乗ってみて。いや、ボロいなって感じ。こんなんで走ってたんだなと思うと驚きが遅すぎて。まあだけどもう正直僕は街中をスピード出したりとかそういうのにも全然興味ないんで、本当にのんびりたらーっと走る楽しさはすごくある。今は大変だよね。ほらみんなカメラついて走ってるでしょ。そう街中で昔乗る人とかしてたらね、あんなの映されたらたまんないよね。もうアウトだからね。昔はどこでもやってたじゃん。じゃあねっつって。普通にわーってやってたからね。だからこういうの持てることに感謝だよね。そう本当そうだと思う。もう対抗のなんだろう、人生の贅沢だよ。そういう車を所有していいなっていう、楽しいなみたいな。中井さん、それじゃマイカーっていうのだと何持ってるんですか？マイカーはほとんどポルシェだよ。だからとベンツ1台古いの。あそこにあったやつね。渋いよねあれも。だからそういう雰囲気必要じゃん。まあだから仕事でスープラとかそういうのは持ってるけど、乗ってても面白くないもんだって。スピード出さないから。別にサーキット行くわけでもないし。
このエアロはここで作ってんの？これ、うんうん、ここでここでも作るし、うん、ほらあるじゃん、鈴木さんが近く、自分の工場の近くに、はい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 、スポット FRP とあともう1軒3軒ぐらいで作ってもらいながら、はい、足りない分をここで作る、へー、細かい開発しながら。なるほどね。あ、そっか、うちの近所のその、うん、エアロ FRP 屋さんでもうやってんだ。うん、隣からすぐ近いよね。近い近い近い。あ、じゃあ今度もうそこ行くことだったら遊び来てよ、うち。もう行く行く行く、うん、いつもどこにいるの？そこにいるの？基本そこにいる。ううんん、他の仕事がない時は。ほんでも今までそれこそ作ったエアロが、数って言い方したらあれですけど、何種類っていうか何セットぐらい作ってるんですか自分で？ポルシェだけだからそんな大したことないと思うけど、930、964、あとナロールックみたいな古いやつと993とこの水冷6種類ぐらいじゃない？だから6種類になってもこの6種類でまた型がいろいろさ、形が違うわけよ。前期後期違ったりさ、だからいろいろナロールックがめっちゃ好き。俺高校生の時にピザ屋でバイトしてて、隣自転車屋だったの。その時に白い、今思うと73RS だね、もうキャブでさ、それ言ってたよ昔、パンパン言ってパーンパーンとかって走って、なんだこれみたいな、ね、横に乗せてもらったのよ。驚いたもんだって、軽さと速さに。もう今ではね、もうそういう車もすごいことになっちゃってるけど、そういう意味じゃそうですよね。中井さん初めての25年前とかと比べると今空冷のポルシェってものすごい値段になってるじゃないですか。下がったんだ、1回下がった時に変えたの、そこからまた上がりだしたよね。もう今なかなかもう車もないもんね。ない、僕らが好きな車っていうかさ、2ドアとかの車はさ、もうみんな高いでしょ。こういうホイールとかも、これは作ってもらってるんでしょ？ワークがね、なんか作ってくれる。なるほどね、ワークがね。中井さんは基本ボディーワークがメインになるんですかね？そうだね、今はね、あとできるほらサスペンション効果とかもみんな外注でやってもらわないと間に合わないんで、ただ最後のやっぱり点検とそのハンドル位置、アライメントとか全部やらないと。あとちょっとした車のバランスね、前かがみ、こうなっちゃうともうかっこ悪くなっちゃうから、ちょっとこうじゃあ車高の調整まで含めて全部納車をするっていう、例えばこのキットをじゃあ誰かつけてっつうとやっぱホイールは入っちゃってるし、左右あべこべだし、それがもう嫌なのよ。一番大事なとこだ。だからこの形に乗りたいって言ってくれた人はやっぱこの形にして乗ってもらいたい。そっか、だからこのエアロもエアロパーツ単品で売ってるわけではないんですね、もう。そうね、単品ではあんまり売らない、だからもう中居君のとこでセットするみたいな、だからそこの時間というか予約というか、そうだから僕が行くまで待ってもらうしかないの。だこれからオーダーでさ、これザーッとオーダー、これ全国世界オーダーなんだけど、紙ね、コンピューターできないから。でこれでオーダー入ってこっちを発送したいこっちを発送する前っつって発送しながら日本の仕事で準備できたよっつったらじゃあ行きます。なるほどね。よくネットとか見ると納車するのどのぐらい時間かかるんですかみたいなの出てきますけど、大体そうね、第1年ぐらい基本のこと言っといて、今コロナだからもう4年5年遅れちゃってるからね、すごいオーダー溜まっちゃってるんだよね。中井さんちなみに今ポルシェやってますけど、逆にポルシェから次のなんか違う車に行ったりする可能性とかってあるんですか？いやこの先いや考えてない。もう僕ら先のこと考えるのだけ嫌いで今ばっかり。逆になんかポルシェ以外で興味ある車とかはないんですか現状？全く他の車分かんないもんね。この車だって分かんなかったんだから最近、どれが後期で前期だかとか、どうでもよかった。俺さんそういう意味じゃ結構いろんな車が好きになるタイプですか？まあそうね、まあでも本当に自分の好きな車っていうのは限られてるけど、GR86 は、中居君の言葉を借りるとサンダルみたいな感じだから、あれはほら仕事用のその開発だったりとかそういうあれなんで、もう面白い車だけどね。でもやっぱ正直やっぱ古い車乗ってる時の方が楽しいよ。最近あれ買ったんだ俺、30Z 買った。そう 30Z 買っちゃった。いやあれもちょっと昔から憧れてて、ちょっと企みがあって。逆に買ったことなかったっていうか乗ったことなかったんですか？乗ったことない。自分ではでも一番最初免許取って買った車は ARDZ の Z31 ってやつ、3リッターターボ 2x2 ってやつ、人気なかったんで安かったんだよね。で86でドリフトやろうと決めて31売って86に買ったの、 AE86。中井さんそういう意味じゃ昔乗ってた車86以外だとどういう車を乗ってたんですか？ほとんど86で、あと
ワーゲンとかフォルクスワーゲンとか古いやつ、ワーゲンねやっぱりそういうのが1個必要だったんでね僕はなんかローファーみたいな感じ、街中の普通の古い車だから両方交互にずっとこうやって持ってた。である日これポルシェって合体できちゃったの、ナローの一番最初ナローだったからじゃあポルシェでやっぱり何かやろうと思って次930買ってワーゲンはそれこそワーゲンの何乗ってたんですか？うん、タイプ1とかね。あの時代にポルシェに行ったセンスだよ。多分国産のあの当時だったらシルビアとかそのスープラとかなんとかっていう方がポルシェよりも多分きっとスピードとか性能が多分良かったよきっとね。改造パートもいっぱい出てたし、あの当時にポルシェ行くって結構ななんだろう勇気というか、こういう改造するのは誰も想像してない時代だから、その当時に中井君のその新たなストーリーっていうのが出来上がったっていうのはやっぱセンスなんだよやっぱりね。ポルシェ行ったと思ったもん。そういう勇気はなかったもんね全然。それこそ中井さんからすると考えていったよりは直感的にいったとかそういう感じなんですか？そうね、だから昔から好きだったけどね、やっぱ買おうと思ってても値段高かったしさ、でももう買う前からもうポルシェの仕事してたから、まあ、その準備はしてんだよね自分で。それこそ一番最初に自分で買ったポルシェって何だったんですか？ナローだったよ。同じような感じ。安かったの当時。だよね、そうだよね。100万しなかったよ。そうなんですよ。今じゃもう信じられないですすごいことになっちゃってるけどあれはもうすごいことになる。この先持ってないと大変なことになる。ゼロ1個ぐらい違います。そんこまでは違うんですよ。いやそれどころじゃない。行く可能性がある。全般的にもう古いスポーツカーはもうおかしなことになってる、AE86 ってもともとベースが安かった車だけど新車で150万ぐらいの車。ガンメーター黒乗ってたよね。後期型ってね。トレのレビンの黒木。そうだ懐かしいな。毎日会ってたな。そういえば船橋湖ではね。毎日行ってたもん。早くから練習してるね。そうもうね飯食ったらすぐ行くみたいな。飯食って多分お風呂入って頭まだ濡れてる段階でやってたから。もう楽しくてしょうがなかった。走らないともう寝れないみたいな感じだった。日課だ。日課もうですげえ近かったし10分15分ぐらいで着いちゃってたんで。中井さんも家近かったんですか？船橋。僕はここから30分ぐらい。だからそこに行けば必ず誰かいるからすごい楽しいのよ。そうでもあんまりコミュニケーションが能力がなかったような気がする。ずっと走ってた気がする。そう今でもそれ覚えてるんだけど、中井君なんかのこのラフってステッカー貼ってるのは明るいメインの方にずっと止まってたの。そう止まってたけど邪魔なのよ俺からすると。走ってないで止めて洗車してきれいにしてこう光の中でこうバーッと止まってて、俺は逆に裏側の方に止めてたの。こっちは本当に暗いんだよ。そうでラフが誰か走り始めると追いかけていくみたいな。でもうとにかくねもう邪魔だよみたいな感じがあって、で走り出すと追いかけてって、でちょっとずつ仲良くなってたの。ちょっとずつなんかきっかけがあって仲良くなった。そう一言で言うとちょっとね羨ましかったまあだけど仲良くなってから一緒にだからそこ土曜日の夜とかは筑波山行ったりなんか箱根行ったりどこ行ったりみたいな、そういうそういうみんなツーリングっていうかさしながら、当時日曜日の昼間走ってたからね筑波とかね。今じゃ考えられない。朝ね、そうね、明るくなっても全然やってたよね。そういう意味ではその当時ラフの中やってたのものすごく有名な人だったと思うんですけど、堀戸さんはチームとかは組んでなかった？俺ねあんまチームとか好きじゃなかったんで。僕もそうなのよ。だからそうだよね。そうなのだから誰でも一緒の人は貼ってもらってたけど、誰か貼っちゃいけない貼っていいとかそういうの嫌なのよ。で俺はもう当時その臼井と石塚っていう東京のやつらと仲良くなり始めたんで、まあ、それの3人ベースにその仲間と友達とだからそういうチームとか作るんだからあえて。すごい話脱線しちゃったんですけど、今とりあえず中井さんですね、コロナで全然世界には行けてないですけど、これが落ち着いたらまた新たなそうね、来年あたりからと思ってるんだけどね。もうそういう意味じゃもうすでにオーダーが入ってて、もう中井さん待ちになってる人たちが結構いるって。150代ぐらい。150代。年間50代やってたから3年やってない。週に1回はどっかに行ってるっていう。だから2日陸に仕事して、あとは大体空で大体こんな感じ。飛行機を3日に1回乗ってた。工具とかどうすんの？持ってくの？持ってくの。タンダーとかそういうのも。そういう系を運べんだあれ飛行機で。運べる。じゃあいわゆる出張キットみたいなのがあるってことですか？込みなんだよね。最初にもらうお金がもうパックだから、そのボディキットにサービスって感じでいかないと仕事になっちゃうんで。なんか機会があったら見に行ってみたいですよね、その取り付け書をね。大変だと思うよそれは。
いいないいなそれがかっこいい。だからシェフだよシェフ。人間のもう本当腕一本で全てをこうねお客さんを満足させるってそのつけてもらうことがもうエンターテインメントショーだから。そういうショーを国内でも日本国内でもやったりする時はあるんですか？日本はあんまりそういうないね。外国はすごいよね。やっぱ外国の人の感性なんだよ。多分日本の人がこうやってもらってもそういう感覚に多分あんまなんないので、やっぱ外国から来てくれるからステータスが上がるっていうか。じゃあ珍しいところだとどういうところ行ったりしました？教会みたいなところで作ったことあるな。お寺っていうか教会っていうかね、どこ真ん前で。それはマレーシアだったかな。まあいろんなガレージでも作るお客さんの。その時はやっぱみんなそのお客さんが周りの友達とか集めて結構大勢の前で。そういう時もある。だからもう本当ショーになってチケットでほら入場なんかしてステージで作る時もある。ステージって柔らかいじゃん。ジャッキ上がんないんだよ。本当エンターテインメント。いやエンターテインメント見たことある？僕も YouTube では見たことあるんですけど生で見たいじゃないですか。やっぱそういうのって150台待ちですよ。日本の仕事もするんでだいたい1週間に1回帰ってきたの。だから大変なの。長い飛行機ずっとこっち行ってあっち行って、ひどい時はだからドバイとか暑いじゃん。40度50度とかあった時あって、で次の日はロシアでマイナス13度で雪の上に立ちしょんべいしてて何やってんだろうと思った時があるよね。60度差。ロシアってトイレないんだよ。工場。外にしかできない工場だ。催した時にはもう最悪なんで。作品の一台一台に中井さん名前つけるっていうのあるじゃないですか。あれはどういう発想でだから名前欲しいっていう人は日本の名前ほらなんか欲しいわけよ。やっぱ日本の僕だから日本の例えばお酒の名前とかさ、なんか洒落た名前、その時の雰囲気のインスパイア。もう出来上がった完成者を見てその人を見て、爽やかな人かちょっと悪そうな人かすごいなこれ。だから行ったところの国があったんだ。名前がこれブランチ名なの。これ全部国なの。これベルギー、マレーシア、ジャパン、オーストラリア、フランスとか今35カ国ぐらいを回ってる。こんなに行ってんだね。これちなみにラウベルトっていうのはやっぱりラフワールドをポルシェがドイツだからっていうのはドイツ語にしたっていう感じなんですか？ラフリーが好きなんだよね。いい加減っつうんじゃなくていい加減が好きなのよ昔から。だからいい加減に遊べてた時代が大好きだったわけで、いい加減に人が集まっていい加減な仲間で堅苦しくなくしたかったわけ。仕事してる雰囲気もそんな感じします、そうそう。だから時間も適当、朝までやっちゃう日もあれば真面目に朝からやってる日もあれば夜中始まる場合もあるし、休みは毎日休みだよね。こんな感じやと、気分的にはね。いやもうだからオンとオフのあれがないんだよ。だからこれも別に仕事っていう感じで考えてないし、そこから仕事の発想が生まれるでしょ、もうだから普通のこう会社員とかと違って何時から何時まで仕事でこれからオフみたいなそういう感覚はないから。まさに好きなことを仕事にしてるって。そうだから寝る前まで僕ギリギリまで車をこうやって見てる、他の人とは違うって言ったら何かって車を見てる時間が違うかもしれない。そういう意味じゃそのラウベルトの車のコンセプトっていうかノーマルの形崩さないって話だってあったと思うんですけど、だからそれ僕自分からあんまり言いたくないんだけど、こう分かってくれる人って本当に森田君昔から言ってくれるんだけど、そこが僕にとっては大事であって、もともとかっこいいんだからシャコタンにしちゃえば何でも、やっぱそれをやっぱ崩したくない、自然に出たらどうなるんだろう。だから丸い屋根には丸いフェンダーだと思ってるんだよね。四角かったら四角いフェンダーでいいかなとは思うんだけど。なるほど、ちょっと何よりも今日思ったのはもうちょっとうちの店にも電気を増やそうと思ったこと今度今度作ってあげるよ1個、このネオンサインね。これね自分で作るの？作れる業者がお友達だから。本当？なんかそういう。高橋さんあとこういうアパレルっていうか T シャツとかも自分で作ってるんですかこれ？ T シャツも売ってる。すごい買いに来るのが。昔からやっぱそういうのも好きなんですか？アパレル系っていう。いやめんどくさいからやりたくないんだけど T シャツぐらいはやってる。森野さんは自分の T シャツは自分でやっぱりやってるんですか？最近はうちのアパレルは娘がやってる。そうすごいいい人と知り合って前がデザインしてそれをちょっと修正をしてもらってレースやってんでしょ？やってるね。すごいね。何人いんの？今年はねビータっていうなんかねちっちゃいホミラカーみたいので、女の子だけで出る共助カップっていうのがあって、それに出させてもらってる。成績的にはどうなんですか？全然ダメエンジョイ。ふみちゃんは中井さん今もアイドラーズとかたまに出たりするんですか？レース。そうね。今ちょっとここのとこ忙しすぎちゃってどうにもなんないんだけど、極力やっぱりほら生まれ育ったじゃないけど、僕ああいうなんつうのあんまり適当に僕の車みたいに出してくれるようなところだからさ、
ずっとやっていこうかなっては思ってるんでね。今でもやっぱ乗るのが好きなんですかね。そうねそうね、やっぱり楽しいよ、自分の好きに作った車で走れるわけだから。中井さん的にはやっぱ作った車を乗ってほしい派ですか、それとも綺麗なまま置いといてほしい。もうそれはもうほら人それぞれなわけだから、飾っておきたい人は飾っててもいいと思うし、僕は乗る派だから、やっぱ乗んないとどこがするとか、全然分かんないのよ。でやっぱ乗って最終的に形決まるのかなっても思ってるしね。そういう意味じゃあくまでこのフェンダーだったりとか、車の作り方っていうのは走る前提で作ってると思う。もちろんだから自分がとことん乗って、どこでもラーメン食べに行く時も乗って、銀行行く時も乗って、どういう不具合が出るかを出ないようにしなくちゃいけないし、だから毎日乗ってるね、こう交互にいろいろ。小田さん、ちなみに中井さんの作った車って乗ったことあるんですか？ないないない。そういう機会もなんかあればね、行ってみたいですね。中井さん、じゃあ今度改めて中井さんの作った車に小田さん乗せて。面白いね、いいね。